というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、高山です。今回はね、ウイルス対策ソフト、セキュリティソフトを絶対に買うなって話をします。いろんな企業さんを敵に回しちゃう内容になるので、もしかしたら大量のバッド評価や削除要請が来るかもしれませんが、過去の動画のコメント欄などを見ていると、絶対に解説が必要な内容だと思ったので、削除覚悟で制作しました。動画が存在しているうちに見てください。それでは行きましょう。まずね、なぜセキュリティソフトを買わない方がいいのかという大まかな理由を先に言います。これです。はい、大きく分けると以上の3点です。今回はこの3点の解説に加えて、本当にセキュリティソフトが必要なパターンも最後に解説する合計4段構成の解説となります。では早速1つ目からいきましょう。1つ目の理由は、そもそもウイルス対策ソフトは Windows の標準機能で搭載されているからです。これは Windows Defender、最近では Windows Security とかと呼ばれている機能で、2007年に公開されたバージョンである Windows Vista に初めて搭載されました。他のウイルス対策ソフトが Windows にインストールされていないことを検知すると、この Windows Defender が自動的にオンになって PC を保護してくれます。こいつに任せとけば、個人で利用するユーザーが心配する要素は一切ありません。僕もかれこれ8年から10年ぐらいこの Windows Defender だけで複数台の PC を保護していますが、何らかしらのトラブルに見舞われたことは1回もありません。僕は PC を使って 3D ゲームや VR ゲームを制作したり、仕事依頼を受けた HP を制作して納品したり、レンタルサーバーでブログを運営したりといった用途に PC を使っています。これを見ている視聴者様がもっと重要な国家機密事項や企業の機密事項を扱う方でない限りは、僕と同じ Windows Defender だけで余りまくる機能です。搭載された当初や10年以上前はね、この Windows Defender は他のウイルス対策ソフトに比べて検出率が低いことが問題として挙げられていたのですが、現在のバージョンでは他の有料無料のセキュリティソフトとほとんど変わらない検出率まで精度が上がっています。2016年の時点で平均約 96%、2020年の時点で平均 99.4% まで検出率がアップしています。2020年の検出率順にグラフを並べるとこんな感じになるんですが、もはやね、マカフィーより検出率がちょっとだけ高くなってるんですよね。他の上位のセキュリティソフトも 99.5% から 100% なんで、ほとんど変わらないんです。つまり他のソフトがマジでいらないです。逆に言うと、この事実が広まれば大手セキュリティ系メーカーは売り上げが大幅に下がりますし、実際ウイルス検出だけでは食っていけない時代が来ようとしているので、近年は各社がいろいろな新しい機能をつけて付加価値込みでソフトを販売する方向へシフトしているように感じます。2つ目の理由は、そもそもコンピュータウイルスやクラッキングに出くわす機会がないからです。皆さんは過去にスマートフォンや Windows PC を使っていて、第三者から攻撃されたりコンピュータウイルスに出くわして大変な思いをしたことはありますか？多くの方は多分ないと思います。経験がないのになぜそこまで対策ソフトを必要としているのでしょうか？ちなみに僕はコンピュータウイルスに感染したことが死ぬほどあります。 Windows のシステムフォルダ内に空白の 10GB ファイルを無限に生成されるウイルスで、容量が死んでクラッシュしたり、デフォルトの検索エンジンやブラウザが中国のわけわからんサイトに強制的に切り替わったり、家に帰ってきたら何者かにグローバル IP などを特定されていて、攻撃された履歴が死ぬほど残っていたりなど、いろいろありました。こういう経験をしている人がウイルス対策は必要だ、お金をかけろというのはまだ理解できますが、それでも僕はセキュリティソフトを買う必要はないと視聴者様に伝えたいです。なぜかというと、これらの事象に見舞われたのは全て10年から20年以上前だからです。20年ぐらい前の当時はね、ネットにつなぐ方法として直接電話線を引っ張ってきて、パソコンでダイヤルアップって言って電話をかける行為をすることでインターネットをしていたんですよ。その頃はセキュリティも何もなくて、いたずらにコンピューターを攻撃されたりしていたので、本当にセキュリティソフトが必要だったんですね。でも今はモデムや電話線で直接インターネットをする人はほとんどいなくて、みんなルーターから飛ばされた Wi-Fi 無線通信を使ってネットをしているわけですよ。このルーターを挟んでいる時点で、まずセキュリティは当時と段違いです。マンションのネット回線を使っているのなら、ほぼ必ずこのルーターを挟んでいます。この時点でもう絶対と言っていいほど安心なんですが、さらにこの先に Windows Defender が待ち構えています。
攻撃はルーターで止まりますし、たとえユーザーが自らの意思で変なソフトをダウンロードしてしまったとしても、この Windows Defender が止めてくれます。もう十分鉄壁なんですよね。当時の無法地帯だった事情を知っている身としては、なんて安全な時代なんだと感じますよ。本当にこれ以上に対策を追加するのは過剰です。3つ目は常駐してシステムに負荷をかけるからです。もしあなたがメモリ 64GB で M.2 SSD 搭載で最新の Ryzen 9や Core i9 搭載の自作 PC を使っているのならば、何をインストールしても大して負荷にはならないと思うのですが、おそらく多くのユーザーはそうではないと思います。というかね、むしろそういう自作する人以外の普通のライトユーザーの方がセキュリティソフトについて悩んでいるというか、必要だ、何か入れなければって思い込んでいる人の方が多いように感じます。自作する友達とかのね、意見を何人か聞いていると、ウイルス対策なんて Windows Defender で十分足りているって言っている人の方が僕の周りでは圧倒的に多いです。というか、この手の人と話をすると、セキュリティソフトって単語がまず出てきません。影薄いです。話がそれましたが、パソコンを組んでいる人もいらないって言ってるわけですから、うちの PC が重いとか、なるべく PC 安いの買いたいとか、そういうことを考えているユーザーはますます削減するポイントとして、このウイルス対策ソフト、セキュリティソフトを上げるべきです。基本的にどのセキュリティソフトをインストールしても Windows Defender のみ、つまりインストールなしよりは重くなることがほとんどです。一応相対的な比較のグラフも作ってみました。今回は長年セキュリティソフトの動作の重さを比較している石井さんのサイトや自分の PC を使った検証など複数のデータを参考にしましたが、中にはインストールするだけで Excel ファイルの起動に2倍ぐらい時間がかかるパターンなどもありました。あなたの PC を重くしている原因はこのセキュリティソフトかもしれません。新しくパソコンを買ったらマカフィーやノートンが初めからインストールされていますが、すぐにアンインストールすることをお勧めします。これはセキュリティソフトとしてこいつらが必要だからインストールされているわけではなく、 PC メーカーがセキュリティソフトの販売元からお金をもらったりしているからインストールされているだけです。企業同士の儲けのからくりにあなたが乗っかる必要はありません。さて、ここで儲けとかの話でちょっと余談になるんですけども、実際ね、ウイルス対策ソフトってアフィリエイトの報酬とかもめちゃめちゃ高いんですよ。無料体験版をばらまいて年間課金で儲けるシステムで、データ販売形式になるので製造コストとかの問題がね少ないわけですよ。だから僕たちがアフィリエイトで1本売れば価格の 30% とかを還元してくれるんですよ。マジで。実際にA8 とかアカウントを持っている人は確認してみたらいいと思います。2年契約で1万円のソフトをあなたが買ったら3000円はブログとかで紹介した僕たちの報酬になるんですよ。なんかちょっと腹立ちませんか？実際のソフトの原価っていくらやねんってね、なりますよね。30% って言ってしまえば情報商材をアフィリエイトした時の報酬レベルの高額です。はい、余談が長くなりましたが、多くのブログやウェブサイトで Windows Defender の比較や紹介が少ないのはこういうからくりがあります。だってセキュリティソフトが売れなくなればサイト運営者からしたら利益大幅減で超困りますからね。今回ね、データを調べたり探したりするのもちょっと時間かかりました。逆に言うと1円も儲からない Windows Defender のいいところや比較を載せているサイトはマジで信頼できる本物のサイトです。さて、ここまでウイルス対策ソフトを買ってはいけない理由を紹介してきましたが、ここでプラスアルファのお話として買った方がいい人、インストールした方がいい人の話もしておこうと思います。まず一番に挙げられるのは、無夫婦なサイトを大量に閲覧する方や、聞いたことのないサイトでファイルをダウンロードしてとりあえずダブルクリックで起動しちゃう人、ソフトのインストール時に英語だらけの案内が出た時によく読まずに全部にチェック入れてスタートしちゃう人です。これらに当てはまる人は Windows Defenderよりもう一押し強力に止めてくれる別のセキュリティソフトをインストールした方が安全でしょう。 Windows Defender もほとんどの事例でちゃんとサンドボックスに格納してくれたり、未然にウイルスが展開するのを防いでくれますが、有料のソフトウェアはそれより前に止めてくれる場合があります。そもそも無夫婦なサイトは非表示にしてくれたり、警告を出してくれたり、ソフトウェアはダウンロードやインストール自体を勝手に拒否してくれたりします。おせっかいやというレベルまで止めてくれるので制限は増えますが、ある意味いいこと悪いことがわからないユーザーには安心なんですよね。そういう意味ではセキュリティソフトの需要がゼロというわけではありません。
あともう一つ必要なパターンを挙げるとすれば、企業の重要なデータや顧客情報などを自分の PC で保存しているユーザーなどが挙げられるでしょうか。といってもこのレベルになれば企業側が持ち出し禁止にしたり独自のセキュリティを導入したりしているなど事前に対策している場合がほとんどで、僕たち個人が何かをインストールする必要はないと思います。また個人事業主として仕事の委託を受けているユーザーなどは別のセキュリティソフトをインストールするという対策よりは仕事で使う PC を分けたりすることの方が推奨されると思います。決して無夫なサイトを開いたり妙なファイルをダウンロードする PC と仕事用 PC を混合しないように注意してください。また余談になりますが、会社などで何もしていないのに勝手にウイルスに感染したと騒いでいる人はほぼ 100% 間違いなく無夫婦なサイトの閲覧、謎のファイルのダウンロード、起動、インストールのどれかを絶対にやっています。会社用 PC でこれらをやっていたというわけにはいかないので、何もしていないと言うしかないだけです。何もしていないのにコンピュータウイルスに感染する時代は10年以上前に終わっています。もちろんね、15年とか20年以上前のシステムを使っているユーザー、例えばダイヤルアップ接続やモデムの直接続、2001年に発表された Windows XP など古いシステムを使っている場合はセキュリティソフトが必要な場合があります。といっても現在では XP に対応したコンピュータウイルス自体が逆に死滅してきているので、今後はこの辺りをケアする必要もなくなりそうですけどね。はい、というわけでね、ウイルス対策ソフトを買わない方がいい理由を解説してきました。それでも感染したらどうしようと不安になる気持ちはわかりますが、まず普通に使ってて感染する時代ではないので安心してください。もしね、危ないことをしたとしても Windows Defender さんがちゃんと止めてくれるので大丈夫です。それでも不安だという場合は無料のセキュリティソフトで安心を得ればいいと思います。僕もね、20年前から遡ると Norton、ESET、Avast、Windows Defender と徐々に切り替えて不安を取り除いていった一人です。初めは不安でしたが、問題が起こったことは10年間ありません。絶対に大丈夫です。また今回の内容はあくまで僕の個人的な一意見として参考にしてもらえればと思いますが、結構はっきりといらないと言ってしまっているので、多くのセキュリティソフト会社様やそれを紹介している大量のサイト管理者様にはかなり不快な内容になっています。多分コメント欄もね、いつも以上に荒れると思います。バカとかアホとかね、書かれると悲しくなっちゃいますが、セキュリティソフトにはこういうメリットもあるんやぞっていうこういうコメントもたくさんいただくと思うので、視聴者の皆様もね、コメント欄の意見や他の方の動画などもぜひ参考にしてから買うか買わないかを判断してもらえればと思います。そういうコメントはね、僕も全力で参考にしたいと思います。皆さんのご意見ご感想お待ちしております。それでは良き PC ライフを。またお会いしましょう。バイバイ。